自分が正しいと思ってる書き順を教える学校の先生とかって現実それ必要ないよねっていうので子供の時間奪ってるっていう、悪いことだという自覚がないっていうのが余計に悪いなと思うので、悪人っていう漢字の書き順を強いて覚えさせるのは悪人っていうのを書いたんですけど、漢字の書き順を教えたりとか、なんか右っていう漢字で確かなんかこう縦を先書かなきゃいけないとかあるんですけど、でなんかその書き順が間違ってるとその漢字は間違いとか言ってるやつってマジ僕人間のクズだと思ってるんですよね。でなんで人間のクズだと思うかっていうと、自分が悪人だと思ってないところが良くないんですよね。悪いことをしてるっていう自覚のある人ってある程度悪いことをしてる自覚があるので良心の呵責があったりとか一定以上までやらないんですよ。要は悪いことやってるからそんなにいっぱい悪いことやらない方がいいよってあるんですけど、書き順を教えるのってどうせ読めるじゃないですか。でどうせ読めるにもかかわらず読めてるけど書き方違うよねって要はプラスアルファのどうでもいい知識の地盤でしかないんですよ。でなんか日本人の常用漢字って3000字ぐらいなんですけど、でその3000字の書き順を全部正確に覚えたとして人生で得することってほぼないんですよ。で覚えたことでそれを使いたくなるから人に強要し始めるんですよ。これ書き順違うよみたいな。でももう書き順が必要なことって人生でほぼないんですよ。でじゃあ漢和辞典とかだと5万字ぐらいとかあるんですけど、もう5万字を正確に書けるようになってたとしたら多分その時間を他の言語にしてたら多分もう英語とか余裕で喋れてるんですよ。なので時間って限られてるので無駄なこととかをやらせるのって僕マジで害悪だと思うんですよ。で無駄なことをやらせるのが自分が正しいと思ってる書き順を教える学校の先生とかって子供の重要な時間を奪ってると思うんですよね。で書き順分かんなくてもいいから1個でも読める漢字多い方がいいよねとか、書き順ずれててもいいから1個でも書ける漢字多い方がいいよねっていう方がその子供の人生って広がっていくと思うんですよ。なので書き順を強いるっていうのがあんまり好きじゃなくて、で似たようなやつで僕古文漢文も嫌いなんですよ。古文漢文読めても社会で使うことほぼないんですよ。でなんか古文漢文が読めた方が日本人としていいよねとか言ってますけど、言うやつに限ってじゃあ古文漢文の文献を今年読みましたかっていうと読んでないんですよ。結局じゃあ現代文とか現代語訳の本とかって昔の本でも売れますよ。でもじゃあ古文漢文そのまま書いてありますっていう本なんてもう出版されてもいないし読みもしないじゃないですか。だから古文漢文重要って言ってるやつは結局読んでないんですよ。でそれで結局子供の重要な時間を奪ってるので、なので古文漢文をやりたい子はやってもいいと思うんですよ、選択とかでね。だから世界史と日本史どっちやりたいですかで、じゃあ俺世界史とか俺日本史とかで別になんか古文やりたいとか漢文やりたいは好きにやればいいと思うんだけど、ただそれを義務としてやらせるっていうのは僕それ人生の無駄遣いだと思うんですよね。で国語は要はコミュニケーションする上で文字を使うのでそれはさすがにやんなきゃいけないよねと。でなんかじゃあ健康保守の書いた文章っていうのがどういうものかっていうのを知って日本人としての考え方の基本ができるよねっていうのであればそれ現代文でやればいいんですよ。なんで健康奉仕がどうたらこうたらっていうつれるさって結局みんな現代語訳を読んでこういう話なのねって理解してるじゃないですか。だからもう最初から現代語訳だけやれよって思うんですよ。で別にそれじゃあラテン語とかフランス語とか英語とかでもいいんですけど、じゃあいろんな言語でもいろんななんかいい話とか作品があって、でなんかファーブル昆虫記とかも別にファーブル日本人じゃないからね。でもファーブル昆虫記っていうのが日本語になっててこういう風になってるんだと思ったりとか、なんかグリム童話とかも別にグリム日本人じゃないけどグリム童話を子供の頃読んでなんか社会ってこういうもんなんだみたいになるわけじゃないですか。だから全部現代語だけでいいよって思うんですよ。っていう感じで僕は無駄なことを教えるの本当に害悪だと思ってるんですよね。で無駄なことを教えるのと相手の時間を奪ってることが正しいと思ってるっていう自分が悪いことをやってるっていう自覚のない悪がやばいと思ってて、これナチスの人たちが悪いことをしてる自覚がなかったっていう。なので必要なことで命令を受けてやっていたし、きっとなんか要は古文漢文もそうだし漢字の書き順もみんな教えろって言われて教わってるし、自分は国語教師だからそれを教えるべきだと思ってずっと言われたことをやってるんだけど現実それ必要ないよねっていうので子供の時間奪ってるっていう。なので悪いことだという自覚がないっていうのが余計に悪いなと思うので、あえて悪人っていうきつい言葉で書いたんですけど、で
鶴亀さんも嫌いなんですよね。算数でいくと。他の国であるのかわかんないんですけど、なんか鶴は足2本で、亀は足4本で、なんか、体が隠れて足が6本あった時、鶴と亀は何匹以上いますかみたいなやつって、もう X と Y 使えばいいじゃんって話で、別に鶴亀さんとか覚える必要ないんですよ。もう X はY だけ教えようぜみたいなので、っていうので、最初から X、Y とか四角を知りゃいいのに、なんかで、小学5年生かなんかの時に、なんか四角で計算しましょうみたいなので、もう僕 X と Y 使えたから X で書いてて怒られたことあるんですよね。これはまだ教えてませんので、知るかみたいな。っていうので、要は、新しい知識を得て、新しい便利な知識を使うと怒られたりするんですよ。いや、知識って子供は多ければ多いほどいいし、好奇心が強くなって新しいことを知ってった方が子供ってどんどんいろんなことを吸収するんですけど、なので X と Y 分かってるよっていう子供に X と Y 使っちゃいけません。鶴亀山でやってください。知るかボケみたいなので。っていうので、子供の好奇心とか学習能力を制限するっていうのは、僕は悪だと思うんですよ。でもなんかその悪が悪いことをやってるっていう自覚がないっていうのがなんかいかがなものかなと思うんですよね。で、ちょっと前に僕、位置エネルギー嫌いっていう話もしたんですよね。位置エネルギーって、その高い位置にあるものが落ちると。で、高ければ高いほど落ちた時のエネルギーが高いっていうんですけど、あれって高さと重力っていうので、高ければ高いほど数値が大きくなるよねっていうんなんですけど、あれ、別に位置にエネルギーがあるんじゃなくて、重力が存在するんですよ。なので、すべて重力で説明するべきなんですよ。なので、地球からどんどん離れていくと、重力定数っていう定数だったものが定数じゃなくなるんですよ。要は重力定数と高さで位置エネルギーっていうのを計算できるんですけど、あまりに要は地球からの中心から距離が高くなると、今度重力が弱くなるので、重力定数が、数字が小さくなっちゃうんですよ。で、定数って定められた数っていう意味で、一定の数のはずなのに、小さくなってんじゃんみたいなので、要は現実に発生する状況と、元々の位置エネルギーの設定がずれ始めるんですよ。なので、もうそれだったら最初から重力ですって説明すればいいじゃんって話なんですよ。位置エネルギーなんてありませんと。これは重力によって落ちてます。なので、高い位置にあった場合は、高い位置から落ちてくるに従ってずっと重力の影響を受けるので、どんどん加速度が強くなりますよ。だから全て重力で説明できますよね。で、いいじゃんって話なんですよね。だからこういう話が結構世の中多くて、プログラムを勉強したいですっていう人に対して、僕HTML を勉強してくださいっていうのをよく言うんですよ。HTML っていうウェブページとかに使う、なんか B っていうので囲んだら太字になるよとか、カラーレッドってすると赤くなるよってやつで、で、あれがHTML はプログラムではないとかっていう人いるんですよ。あれはマークアップ言語でプログラムではないみたいな。で、まあ別に定義はどうでもよくて、コンピューターが理解する形で書いて、コンピューターに何か自分の思惑通り動かせるものっていうのはプログラムなんですよ。例えばコンピューターに赤い線を引けっていくら喋りかけても赤い線引いてくれないじゃないですか。でもHTML でじゃあ線書いてカラーレッドって入れて、でそれをブラウザに突っ込むと赤い線になるわけで、っていうので、要はコンピューターに何か自分の思い通りのことをさせるっていうのがプログラムなので、HTML もプログラムなんですよ。で、じゃあこうやると赤い線になるのね。じゃあ次はこれがプリントって書いて、最初に JavaScript って書いて、プリントってやると、今度は文字が表示されるのねっていうので、要はそれが HTML なのか JavaScript なのかって結構どうでもよくて、要はこの通りやったらパソコンってこうやって動くよっていう仕組みを覚えるっていう。なので、その順番として HTML をちゃんと教えた方がいいよって話をするんですけど、なんか HTML はプログラムじゃねえみたいなことを言い出す頭の悪い人がいるのでどうかなと思ったりします。はい。はい、ちょっと長く喋りました。